2026年、藤井風がついにドーム&スタジアムでアジアを巡る。そんなニュースが先ほど正式に飛び込んできました。こんにちは、週刊藤井風ニュースです。今日は2025年12月5日時点での藤井風さんの最新トピックを3つにぐっとまとめてお届けします。1つ目は今解禁されたばかりのプレマワールドツアー&プレマツアー発表の詳細。日本を含むアジア6カ所を巡るドーム&スタジアムツアーで、日本公演は東京、大阪、福岡ドーム7公演、さらにその前哨戦となる札幌、広島、福井アリーナツアーも決定しています。2つ目はカスケットガールが12月4日発表の最新オリコン週間ストリーミング急上昇ランキングで上昇率 72.8% を記録し1位を獲得。 MV 公開の余波とその意味合いをお伝えします。3つ目は2025年海外ツアーでの実績と世界に向けてのプレマ時代の活動状況、北米ツアーグローバル展開から考える藤井風の現在地です。この動画では今藤井風に何が起きているのかをサクッと10分でお話ししていきます。パート1、プレマワールドツアー&プレマツアー発表の全貌。まずは今週最大のニュース、ツアー発表の内容を整理していきます。12月5日付で更新された藤井風公式サイトのニュースによると、2026年に開催されるプレマワールドツアーはサードアルバムプレマを掲げたワールドツアーで、日本国内でのライブとしては2年ぶり、ツアーとしては約3年半ぶりの本格的なツアーになります。ツアーの舞台はアジア6都市のドームスタジアム。現時点で発表されているのは以下の会場です。福岡みずほペイペイドーム、福岡、大阪、京セラドーム、大阪、東京ドーム、バンコク、香港、台湾、カオシュン。日本国内については福岡、大阪、東京でそれぞれ複数日程が組まれていて、福岡公演が2026年11月14日、15日、大阪公演が12月10日、12日、13日、東京ドーム公演が12月19日、20日と発表されています。福岡から東京へ11月から12月にかけて一気に駆け抜けていくイメージです。一方、日本国内3都市を回るプレマツアーはワールドツアーに先立って2026年7月から8月に開催されるプレツアー的な位置づけです。会場は2026年7月16、17日、北海道真駒内積水ハイムアイスアリーナ、7月28、29日、広島グリーンアリーナ、8月4日、5日、福井サンドーム福井、各都市 2days、計6公演。こちらも CDLP 封入のシリアルナンバーを使った最速先行抽選予約が12月5日18時から受付スタートしています。チケットに関しては公式サイトおよび各メディア記事で共通して日本国内で販売されたアルバムプレマの CDLP に封入されているシリアルナンバーを使って最速先行にエントリーする方式であることが明記されています。受付期間は2025年12月5日18時から2026年1月5日23時59分まで抽選制で、詳細はツアー特設サイトでご確認ください。さらにこの話題は音楽ニュースサイトザ・ファーストタイムズやニューリアルサウンドなどもこの発表を大きく取り上げています。何がすごいか？この発表が意味するもの。プリマは藤井風にとって初の英語歌詞主体のアルバム。国境を越える言葉で歌われる作品だからこそ、このワールドツアーのスケール感が機能する。今回の発表は単なるライブ告知ではなく、藤井風がワールドアーティストとしての本格展開に踏み出すという宣言といえる。国内ドームプラス海外スタジアムという構成は、これまでの国内中心は海外サーキット一点突破ではなく、日本と海外を同時に抑えるハイブリッド戦略。これはグローバル市場を視野に入れた現代型ツアーのモデルの一つだと感じられる。また国内アリーナショートツアーを前哨戦として設定したことで、地元ファンやキャリア初期からのファンにも文句を残すバランスの良さも際立っている、など整理すると記事の多くが強調しているのはこの3点です。
1、2024年夏のスタジアムライブフィーリングッド以来約2年ぶりの国内有観客ライブであること。2、ツアーとしては2023年のラブオールアリーナツアー以来約3年半ぶりであること。3、サードアルバムプレマという全曲英語歌詞の作品を引っ提げて初の本格的なドームツアーに挑むというスケール感。また SNS の動きを見るとこの発表がいかにファンにとって大きかったかがわかります。Yahoo リアルタイム検索で藤井風プレマワールドツアーなどのハッシュタグを追うと広島に来てくれるなんてきっと会いに行けると信じて申し込み完了しました。もうドームクラスのアーティストなんだよなって感慨深くなって自分で新加年手を作ってしまった。シリアルナンバー1つで各会場1回ずつ申し込みかってこういう解釈で合ってるといったポストが数分おきに流れていて申し込み方法の研究会と嬉しすぎて語彙力を失った報告会が同時進行しているような状態になっています。また台湾のファンコミュニティではスレズで藤井風プレマワールドツアー世界巡演カオシュンどの会場になるかなといったポストが上がり現地ファンがカオシュンでの初ライブに胸を高鳴らせている様子も伺えます。今週の動きだけを切り取ってもアルバムプレマを軸に2026年の巨大なプロジェクトが一気に輪郭を持ち始めた週と言っていいと思います。パート2、カスケットガールがストリーミング急上昇1位 &MV の余波。プレマの波が音に現る来年のステージを予感させる音が今チャートに現れたカスケットガールが証明。2025年12月4日に発表された最新のオリコン週間ストリーミング急上昇ランキングで藤井風のカスケットガールが上昇率 72.8% で1位を獲得しました。カスケットガールはサードアルバムプレマ収録曲の一つ。11月28日に公式 YouTube チャンネルで公開されたミュージックビデオがきっかけでストリーミング再生と注目が一気に高まったようです。このチャート急上昇はライブ開催中だからツアー告知直後だからというタイミング効果だけではなくプレマというアルバムの世界観その先行感覚をファンと広く共有できている証明と捉えるメディアも多く作品リスナーチャートという流れが綺麗に見えています。カスケットガールの MV はアルバムの英語歌詞グローバルスタンスともリンクする演出と映像クオリティの高さで公開直後から国内外で注目されていました。プレマ自体が多言語かつ多国籍スタッフで制作されていた背景もあり MV のビジュアルは次なるステージを予感させるものでした。ストリーミング1位はその期待と実力がデータとして見える形で現れた瞬間ワールドツアー告知との連動でプレマ時代の本格始動が始まっていることを私たちにも実感させてくれます。パート3、グローバル展開の加速北米ツアーと世界基準の藤井風アメリカメキシコを駆け抜けた夏。藤井風は国際アーティストの仲間入りへ2025年夏から秋にかけて藤井風は北米ツアーを敢行。ツアー日程にはトロント、サンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴなどが含まれており全会場ソールドアウトが続出しました。公式インスタグラムではこの2025年北米ツアーの様子が報告されておりファンや海外メディアにもFuji Kaze is rising fast. 藤井風急成長中 Japanese artist bridging cultures. 文化の架け橋となる日本人アーティストといった評価が多く寄せられています。また2025年にはヨーロッパツアーも開催されベルリン、ロンドン、パリ、オランダなどを巡りグローバル展開を実証する継続的なライブ活動が行われてきました。昨年までは日本初でも海外にも届くアーティストという印象が強かった藤井風ですが2025年は世界基準で動くアーティストとしての地位を明確にしてきた年でした。英語詞アルバムプレマ北米、ヨーロッパ、アジアへの立ち行きツアードームスタジアムを含むワールドツアーの発表これらの流れは全て国や言語を超えて多くの人々に届く音楽を前提とした設計まさに今世界のリスナーとつながる藤井風の姿が浮かび上がっています。そして今週のプレマワールドツアー発表は藤井風が次にどこを見ているかその答えを明確に示してくれた出来事だったと思います。まとめというわけでこの1週間で動きがあった藤井風の最新ニュースをお届けしました。
プレマという言葉、サンスクリットで市場の愛を意味するそのタイトルを掲げた新作アルバムを軸に、藤井風は明らかに次のステージに踏み出しました。ドーム&スタジアムをめぐるワールドツアー、ストリーミングチャートでの躍進、そしてグローバルなライブ経験、全てが時代のアーティストの姿を指し示しています。ファンとしてはライブに行きたい、チケットを取りたい、どの会場で何を聴けるかというドキドキと喜びが同時に来るはず。一方でこうした動きは日本のアーティストが世界に羽ばたくという希望にもつながる。藤井風の存在が今後の J-POP の潮流に確実に影響を与えていくことでしょう。次回はファンや SNS の反応を中心にプレマワールドツアー直前の空気感を探る回も作れたらと思います。チャンネル登録をいただけると次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。またメンバーシップもよかったら覗いてみてください。様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それではまた次の動画でお会いしましょう。